こんにちは、オズディです。今回は村人との交易を安くすることができる村人ゾンビ治療所の作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロックやハーフなどは燃えるものを使用しないので、お好みの素材をご使用いただいても大丈夫です。チェスト部分は樽などでも代用はできますが、必要ない場合はブロックを設置しても大丈夫です。アイテム数は数え間違いもございますので、あくまでも目安として参考にしてください。では作り方の方へ移りたいと思います。今回の装置は縦4マス×横4マスの範囲で作成します。まず最初に地面を1マス掘って、そこに上向きでピストンを設置します。ピストンの右側とその手前を掘って、そこにレッドストーンダストを設置しておきます。ピストンの左側1マス開けた2マス目に、レッドストーンダストを設置しておきます。今設置したレッドストーンダストの手前に、ブロックを1つ設置しておきます。今設置したブロックの正面側にボタンを設置します。レッドストーンダストの後ろから右に4つブロックを設置します。右側のレッドストーンダストの上にもブロックを設置します。今設置したブロックの正面側にレバーを設置して、上下させてピストンが動くかを確認します。背面に設置した4つのブロックの上に、それぞれ3段ずつブロックを設置します。側面側にも同じように高さ3段で、ブロックを2つずつ設置していきます。反対側にも同じようにして、高さ3段でブロックを設置します。積み上げたブロックの上部分に、それぞれガラスを設置しておきます。下の段には左側にマスと、右は手前側のみにガラスを設置します。手前側のガラスの下に、それぞれトラップドアを設置しておきます。ピストンの左側にパワードレールを設置して、手前側にはレールを設置しておきます。ピストンの手前部分にチェストを設置します。天井部分のピストンの上のガラスを壊します。壊したガラスの左側に高さ2段で、3マス分仮ブロックを設置しておきます。反対側にも同じようにして、仮ブロックを2段で設置しておきます。背面に追加で2個仮ブロックを設置します。正面側には今作った通路に登れるように、仮ブロックで階段を作っておきましょう。背面側から天井部分の穴に、仮でトラップドアを設置しておきます。正面側のレバーを下げて、ピストンを伸ばした状態にしておきます。夜になってからゾンビを誘導して、穴の中に落としていきます。落としたゾンビに名札を使って名前を付けましょう。X のアカウントなのでフォローお願いします。名前を付けたら仮トラップドアは壊して、そこにブロックを設置しておきます。周りに設置した仮ブロックなどは不要なので、すべて回収しておきましょう。天井部分には湧き潰しも兼ねて、ハーフブロックを設置しておきます。割引させたい村人を連れてくるために、その場所までレールを伸ばしましょう。トロッコに乗せて連れてこれたら、装置の中まで押し込んでいきます。ゾンビに攻撃されて出てこないように、トロッコは回収しておきましょう。ゾンビ治療を行う際には必ずですが、難易度をハードにしておいてください。それ以外だと村人がゾンビ化せずに、そのまま倒されてしまうこともあります。ですので必ず難易度は、ハードで行いましょう。難易度をハードにできたらレバーを下げて、ゾンビに村人を襲わせましょう。何回か攻撃されると村人がゾンビ化します。そうしたらなるべく右側に誘導した状態で、レバーを下げてピストンを上げておきます。これでまた分離できます。そうしたら少し離れて村人ゾンビに、若干のスプラッシュポーションを投げます。このように黒っぽいモヤモヤが出ていれば、村人ゾンビに金リンゴを使っていきましょう。ちゃんと使用できたらモヤモヤが黄色に変わります。あとは時間経過でゾンビ化が解けて、最初の職業の村人に戻ってくれます。
ただ時間を待つのは面倒だという方は、一度ゲームを終了することで短縮できます。治療することで取引に必要な素材数が、修正されてお得に取引できるようになります。治療が完了した村人は再度トロッコを押し込み、ボタンを押してあげることで出すことができます。あとは元いた場所に返してあげましょう。1.20.30 までは最大5回まで治療できて、割引もエメラルド1まで持っていけたのですが、それ以降はアップデによって1回までに変更されたので、割引が適用している村人に複数回治療しても、値引き率は変わらなくなったので、治療を行う際には1回までにしておきましょう。また金リンゴの作り方ですが作業台を使って、リンゴの周りを金インゴットで囲うと作れます。弱化のポーションは発酵した雲の芽が必要で、作業台を使ってこのようにして作成します。醸造台に水入り瓶をセットして、上に発酵した雲の芽を入れましょう。そうすることで弱化のポーションができます。そうしたら次は上に火薬を入れて、スプラッシュポーションにしていきます。これで治療に使う金リンゴと、弱化のスプラッシュポーションができます。あとは余ったキムリンゴやポーションは、このチェストに入れておけば、次回治療する際にいちいち取りに行かなくても、装置にあるので便利です。もし不要な場合はチェストの部分を、ブロックなどに変更しておくようにしましょう。回数は減ってしまいましたが割引はできるので、お得に取引したいなら作っておいても良い装置です。ちなみにおまけ程度にはなりますが、このような無職の村人に治療を行うと、更生して普通の就職活動ができる、村人として戻ってきてくれます。こういった使い方もありますので、余裕がある方はぜひやってみてくださいね。いかがでしたでしょうか？今回は回数は減ったが割引は適用されて、村人との交易を少しお得にすることができる、村人ゾンビ治療所の作り方のご紹介でした。今のうちに師匠厳選して割引で大量に、エンチャント本を入手しておくと便利です。よかったら参考にして作ってみてくださいね。今回参考にさせていただきました方の動画は、概要欄にリンクがあるのでぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄等からご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今すぐ